最近 SNS で被害が出てる有名人詐欺広告、あれを訴えても海外 SNS はガン無視してるんで罰せられないですよね。なのに、ちゃんでひろゆきさんが文句言われるんで、不審決まらないと思うんですが、結局みんなずれています。言いやすい方だけ言ってひろゆきさんに文句言うなら、あっちも閉まってほしいです。そんなもんす。日本人は外国人がやらかすことは許すけど、日本人がやらかすことは許さないっていう。なので、オバマ大統領とかって、大麻吸ったって言ってるんですよね。でも、日本のタレントで大麻吸いましたっていうと、多分もう干されて終わるんですよね。ロバート・ダウニー・ジュニアとかも、コカインとか大麻やってましたって言っても何の問題もなくハリウッドスターとして扱われるみたいなのがあって、レディー・ガガとかもステージで大麻吸ってましたよね。外国人がやると許されるんですけど、日本人が大麻っていうと、例えばじゃあ田中聖さんとか、押尾学さんとか大麻吸ってたタレントいますけど、やっぱり日本だともうなかったことにされちゃうじゃないですか。なので、日本人がやるのは許さん。でも外国人ならいいっていう、そういう文化なんじゃないかなと思います。インスタグラマー、フォロワー30万人が、2年間で2人のホストに約10億かけた太客、自称月収6000万円で派手な暮らしぶり、収入源は公開しておらず不明、ステマしまくりなので、おそらくステマと FX とかが主な収入源だと思うんですが、こんなに儲けないものなんですが、数年前から放置していますが、ショップ店やアパート暮らしだったような人、自分で稼ぐ力があると言っているので、家族やお金の支援を受けているという線はないと思うのですが、儲かってるって言って、儲かるノウハウを教えますみたいな形で金稼いでんじゃないですかね。で、実際貢いだって言ってるだけで10億円も貢いでないと思いますよ。仮に10億円貢ぐとしたら、多分年商としては20億円ぐらい必要で、20億円ぐらい売り上げて10億円の利益が出せるんだったら、日本の基準でいくと上場できます。日本って、だいたいね、5億ぐらい利益出せると上場できるんですよね。なので、10億円利益出せるっていう時点で、一人上場企業並みなんですよ。公開情報でいくと、何年か前にヒカルさんが年商5億みたいな言い方をしてたんですよね。今はもうちょっと多いかもしれないですけど、確かあの当時でもうチャンネル登録者数200万人とかあったりするので、チャンネル登録者数200万人で100万再生がいっぱいあるような人でも、せいぜい5億なんですよ、売り上げ。で、もちろんコストもかかるので。なので、ホストに10億かけたっていうのはだいぶ厳しいんじゃないかなと思いますけどね。はい。もうちょっと分かりづらい嘘をついた方が騙しやすいんじゃないかなと思いますけど。お金持ちですって言ってて、俺の海外の別荘を紹介しますみたいなので、その写真、このホテルの写真じゃねとか、不動産屋の写真そのままパクったんじゃねとか、あと外国のインスタグラマーとかで、世界中いろんなとこ旅行してますっていう写真をあげるんだけど、なぜか雲の形がいつも一緒っていうインスタグラマーの人がいて、多分合成するときに綺麗な空っていうのを毎回合成したんだけど、この雲すごくねみたいな。もうこの人世界中行くと必ずこの雲ついてきてるけど、マジこの雲優秀じゃねみたいな、そういうツッコミが入るみたいなのがあって、なので金持ちアピールをする人っていうのは基本的に金がない人だと思うんですよ。金持ちアピールをしてて、今のところ本当に金持ちだと僕が確認できたのは、ZOZO タウンの前澤さん。前澤さんは会社を1700億円で売りましたっていうのが、一応 Yahoo も発表してるので、1700億円の通帳も見せてるんですよ。これ重要ね。通帳は CG で作る可能性もありますけど、多分そこまでする必要ないっていうんで、もう一人金持ちが青白王子で、1億いくらの脱税で捕まってるんですよ。もともと10何億稼いで、納税が足りないとかで、1億8000万円足りないとかで、有罪判決受けてるので、なので、10何億儲けたは確実に事実なんですよ。で、ただ、この会社を売って何億円で売れました。例えばじゃあ会社が50億円で売れましたっていうのを、俺金持ちですアピールする人いるんですけど、その50億円が、その人個人一人に入ってるかっていうと、実は確証はないんですよ。会社って株主、買収した場合その株主からその株を買い取るんですけど、その株が何%がその人の持ち物かっていうのは、プライベートカンパニーの場合だと、上場してない会社の場合だと、何%株持ってるか分かんないんですよ。なので、創業者ですって言っても、実態としてはいろんなそのベンチャーキャピタルに株を配ってたりとか、ストックオプションとか取締役とかに配ってて、会社としての株は実は 10% しか持ってませんみたいな人の場合って、50億円売ったんすよって言ってても、実態としては5億円しか手元にないっていう場合があるんですよね。で、その5億円に対して所得税がかかったりするので、結果としてキャッシュではもう3億ぐらいしかありませんみたいな。で、50億円ありますって言って付加してるけど、手元には3億しかありませんってなると、いやってなるじゃないですか。なので、基本的にはちゃんと証拠がなくて金持ちアピールする人は僕は疑って見てます。なので、本当の金持ちは脱税で捕まってるやつです。竹藤の長男とか、竹藤っていう金貸しが今でもあるのかな？あると思うんですけど、で、あそこの長男が脱税で捕まって、十何億の相続税かなんか払ってないっていうので捕まって、
で、結果として税務署に勝ったんですよね。香港に家があるけど、それはあくまで脱税のための家なんじゃないのっていうのになったんですけど、でも形式上半年以上香港にいたから、実態がどうであれ半年以上香港にいるんだったら、納税地は日本じゃなく香港だよねっていうので裁判で勝って、で、それが確か十何億円だったと思うんですよね。っていうのがあるので、竹藤の長男は金持ち。で、ギャンブラーで会社を売っ払って何億円溶かしたっておじさんとかいるんですけど、あのタイプはギャンブルでもともと会社の金を横領して何億か溶かしてるので、会社の株売ったとしてもきっとギャンブルやってると思うんですよ。だからキャッシュいくら残ってるのかっていうと、そんなに残ってないと思うんですよね。わかんないですよ。大王製紙の人残ってるかもしれないですけど、会社売ったんだよねって言って、もともとなんかその横領して何億円もギャンブルに使うような人が、会社売って金がありましたって言ってギャンブル治ってないと思うので、そうするとやっぱり溶かしてると思うので、だからなんか多少は残ってると思うんですけど、売った時の額残ってるかっていうとそうでもないんじゃないかなと思うんですよね。トランプ大統領も本当に金があるのか問題っていうのもあって、不動産はちょこちょこあるんですけど、結構借金してんじゃねえのっていう話もあったりするので、金持ちアピールしてる人が本当に金を持ってるのかって結構微妙なんですよ。散財、アホな金の使い方をしてる人で、それを自慢する気がない金持ちは本物だなって思うんですよね。例えば俺金持ちですっていう散財をするんだけど、俺の稼ぎ方を知りたい人は、このオンラインサロンに入ってくださいとか、この情報詳細書いてくださいみたいな人って信用できないんですよ。テスタさんっていう株の投資をしてる人がいるんですけど、なんか1週間くらいで、今回何億儲けたとか、今回何億損したとかって言うんですけど、で、あの人ね、変な金の使い方するんですよ。一昨年ぐらいにスイッチ配るわーとか言い出して、アマゾンとかでアホみたいにスイッチいっぱい買って配ったりとか、僕がパソコン配りますってやってるのも500万円寄付しますみたいな、今回2回目もお願いしてるんですけど、っていうので割と金配りをやるんだけど、別にじゃあ僕の作ってるアプリに参加してくださいとか、なんかフォローしてくださいとかも言わず、単に金配りますっていうだけなんですよね。っていう、ああいう人は本当に金あるんだろうなって気がしますけどね。今年から TikTok を始めたのですが、先日 TikTok をしている知人から稼ぎたいからある起業家の SNS コンサルを一緒に受けないと言われ無料だったのを受けたのですが、最後に有料講座を約100万円で積まれ、僕は揺らぐも契約せず、知人は契約してしまいました。僕の判断合ってますか？合ってます。また SNS コンサルを教える人たちは YouTube や TikTok のアルゴリズムはこうだと言ってましたが、そもそも外部の人間がアルゴリズムを知り得ることなどできるのでしょうか？不可能です。で、不可能なので、ただ、それが間違ってるという証明もできないんですよ。だってアルゴリズムが解明されてない。要は外部からわからないから。なので、外部から知ることはできないよねって言われても、僕は特別なルートでわかることができるんです。実は内部社員にスパイがいてとかっていう人が言ってきたアルゴリズムが間違っているということも証明できないんですよ。ただ、なんかそんな奴がいるんだったら SEO 企業とかも成立しないし、そもそもいたとしたらじゃあ Google の方がどんどんそのアルゴリズム変えていくよねっていうのがあるので、基本的にはこういうこと言う人は全員詐欺だと思った方がいいと思います。はい。30代独身会社員です。投資詐欺に引っかかり200万を失いました。SNS で知り合った外国人と投資をしていると気出せなくなるといった手口です。各所に相談しましたが取り返せないことは分かりました。自分の無能さや情弱ぶりに嫌気がさして投げ出そうか迷いましたが、踏みとどまりきています。常にそのことが気になってしまい、何も手につかない日々を過ごしています。ひろゆきさん、気持ちの切り替えや後悔との付き合い方で何か行っていることはありますか？おめでとうございます。30代独身のたった200万なんで、いくらでもまだ取り返しつきます。50代で家族と子供がいて1000万失いましたとかになると、もうどうしようもないですよ。でも30代独身って200万ぐらい簡単に稼げるんですよ。普通に働けば年間300万ぐらい稼げるので、1年で頑張れ100万ぐらいは戻せるんですよ。なので2年稼げば元通りと。騙されやすい人だったんですよ。SNS で知り合った外国人に投資をするって明らかに頭悪いじゃないですか。おい、そんな外国人に金渡して戻ってくるわけねえだと普通わかるのに、わからないってことは頭が悪いんですよ。でも、頭が悪いにもかかわらず、こいつに金を渡したら増えるかもっていうので、欲深いんですよ。なので、欲深く頭が悪いっていうのが、本人気づいてなかったんですよ。ところが、それが今可視化されたわけじゃないですか。欲深いし、頭も悪い。なので、多分もう次引っかかんないと思うんですよ。で、人生長いので、40、50で家族が出てから引っかかるよりは、今200万で済んだっていうのはすげえ安く済んだと思うんですよ。僕も虚言癖のちょっと頭のおかしな人が共同経営者だったことがあるんですよね。ビジネスで割とお金を取られたりしたんですけど、当時にだと僕としては大金だったんですけど、今思うと別に全然大した額じゃないんですよ。でもそのおかげで虚言癖の人がこういう喋り方をするとか、素で嘘をついて人を騙すやつで、しかも身内でもいるんだっていうのが分かったので、騙されづらくはなったんですよ。
まあその後も2チャンネル盗まれたりとかしてるんで、騙されやすいこと自体は変わってないんですけど、とはいえ、まあ、ある程度騙されやすい虚言癖の人は騙されなくなったっていうのがあるので、はい。結局僕は騙されても困ってないんですよね。一回ね、本当に困んないとね、人格変わんないんだと思うんですよね。まあ、いっかってなっちゃうんですよね。また稼げばいいやってなっちゃうんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの気に入りになります。